こんにちは、こんばんは。告発チャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。今日はちょっとアートの話をしたいと思います。私の個展でもよく聞かれる質問なんですけれども、レンタルギャラリーとコマーシャルギャラリーについての話をしたいと思います。今までちょっと美術館にしか行ったことがないっていう方とか、アートの初心者の方によく質問いただくんですけれども、ギャラリーに違いってあるんですかとか、レンタルギャラリーとコマーシャルギャラリーって何ですか、そもそもコマーシャルギャラリーっていうのは何なんですかとか、画廊についてのいろいろな質問をいただいたので、私なりにちょっと動画にしてみようって思いました。ちょっとカタカナとか漢字とかいろいろな言葉が出るので、少しだけ整理をしていきたいと思います。カタカナではレンタルギャラリーとコマーシャルギャラリーっていう言葉があるんですけれども、これを漢字に置き換えると貸し画廊と企画画廊ということになります。それではまずレンタルギャラリー、貸し画廊についてちょっとお話ししたいと思います。貸し画廊、レンタルギャラリーと書いてそのままなんですけれども、アーティストとか絵描きとか作家側が1週間なら1週間、2週間なら2週間という感じで、個展をしたい期間をお金を出して場所を借りて個展を開催するのがレンタルギャラリーとか貸し画廊と言います。それに対してコマーシャルギャラリー、企画画廊というのは、作家が場所代を払うのではなく、画廊の企画で展覧会をするんです。作家が場所代を払わない代わりに売上の何%か、例えば売上を折半しましょうとか、そういう形で画廊側が展覧会を企画して全てを取り仕切る、それがコマーシャルギャラリーとか企画画廊の仕事になるんですね。それぞれについてちょっと詳しく話していく前に、私の経験をちょっとお話ししたいと思うんですけれども、本当にいろいろなパターンがあって、2つには区切られないパターンもあるんです。20年ちょっと前に私が初めて個展をしたのは、貸し画廊と企画画廊を両方やってるギャラリーだったんですね。レンタルスペースもやってるけれども企画もやってる、半々のギャラリーだったんですね。私はその頃20代半ばで全くお金がなかったので、自分でお金を払って個展を開くっていう、そういう財力がなかったので、いろいろな企画画廊に作品を持ち込んで、私の個展を企画してください、企画してくださいと、どこの馬の骨ともわからない、売れるか売れないかもわからない新人の画家の個展を企画してくれる企画画廊、コマーシャルギャラリーは一件もなかったんですね。やっぱり企画画廊、コマーシャルギャラリーというのは、売れる作家だけをしたいんですよ。中にはこの作家は将来売れるだろうということで企画をするギャラリーも多いんですけれども、企画画廊といってもやっぱりお商売なので、売り上げが出なかったら画廊の場所代を払えないし、電気代も払えないし、人件費も払えないしということで、なかなか新人が企画画廊で個展をしてもらうっていうのは高いハードルなんですけれども、私も若かったのでそういうこと何にも分からずに、作品のファイルを持ってポートフォリオを持っていろいろな画廊を回ったんですけれども、どの画廊でも断られてた、そんな若い時だったんですけれども、企画と貸し画廊をやってるような画廊でちょうど見たい展覧会がやってたんですね。画廊の前に看板があって、それで上がって絵を見させてもらったんですけれども、そこで画廊の方といろいろお話ししていくうちに、あなたはどんな絵を描くの、今までどういう活動をしてきたのっていうことで、もうどこに持って行ってもダメなんですっていうことで、でもレンタルギャラリーを借りたいけれども私にはそんなお金もないし困ってるんですみたいな話をした時に、なんか画廊のオーナーが思いつきで、うちはレンタルギャラリーだけじゃなくて企画もやってるから、あなたの企画をしてあげるっていう感じで私の個展を開催してくれたんです。それが1996年の初めての個展だったんですけれども、私は幸いその個展で見事に絵がほとんど売れて、応援してくれる方がたくさん来て、来場者も集まるし、アンコール展ということで企画を組んでくれたんですね。アンコール展もありがたいことにたまたま売れて、そこにたまたま大きな企画画廊のオーナーが来てて、その画廊のオーナーが、じゃああなたをうちの専属の作家としてスカウトしたいみたいな感じでスカウトをされて、私の絵描き人生が始まったんですけれども、お金を出せば作家が企画して個展をできるみたいな、スペースをお金で借りられるみたいな、そういうのって日本独自の文化といっても過言ではないんですね。一部例外もあると思うんですけれども、日本ではそういうレンタルギャラリーっていう文化が根付いてるんですね。欧米とか海外ではほとんどが企画画廊なんです。世の中には賛否両論あって、レンタルギャラリーで個展をするのは素人で、コマーシャルギャラリーがプロだよって、そういう見方もあるんですけれども、それは半分は正解で
半分は間違ってると言ってもいいんですけれども、プロの作家でも自分は画廊の企画じゃなくて自分でやりたい個展をしたいんだ、売り上げとかそんなことこだわらずに絵を売る個展じゃなくて非売品で全部ちょっと展覧会をして自分の力を試したいんだって、私はそういう作家も知ってるんですけれども、画廊はやっぱり絵を売ってそれを生りにしてる、そういうのが企画画廊になるので、絵を売らない個展っていうのはまずすることはないんですね。だからその私の知ってる作家は絵を売る個展ではなくてちょっと見せるだけの個展をしたい、そういう時にプロの作家でもレンタルギャラリーを借りる人もいるんですけれども、ほとんどプロの作家は企画でホテルの画廊が企画してやるとか、街のコマーシャルギャラリーが企画してやるとか、デパートの画廊が企画をして個展をするとか、そういう風になってるんですけれども、中にはレンタルスペースのことを悪く言うようなそういう方もいるんですけれども、先ほど言ったように日本独自の文化でレンタルギャラリーっていうのが成り立ってるので、もしレンタルギャラリーがなかったら趣味で絵を描いてる人が初めて個展をするっていうのはなかなかハードルが高いですよね。そんな方にとったらレンタルギャラリーっていうのは本当にありがたい存在なんです。そのレンタルギャラリーで自分の費用で自力で個展を開いて、そこにコマーシャルギャラリーの人に見に来てもらってスカウトをしてもらうって、そういうエネルギッシュな作家もいるんですけれども、私の知ってる作家さんでサラリーマンをしながらコツ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 お金を貯めてコツ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 絵を描いて、お金が貯まって絵が貯まったらレンタルギャラリーを借りて個展をする、そういう作家もいるんですね。ただレンタルギャラリーの中にはちょっと注意した方がいいところもあるんです。大学の卒業展覧会とかに行って、あなたには才能がありますね、うちで個展をしませんかって、まるで企画画廊のように声をかけてスカウトするように声をかけたかと思ったら、作家から法外なお金を取って個展を開催して、本当に自分は何のプロモーションもしないっていうような、そういう画廊もあるんですけれども、貸し画廊っていうのは基本的に場所を貸すことが目的なので、そういう人脈とかプロモーションをするやり方がわからないような画廊もあるんですけれども、よく若い作家さんとかで自分のポートフォリオを片っ端からいろいろなギャラリーに送りつけてるような作家さんもいると思うんですけれども、ぜひ私は自分の作品を発表する場所はちゃんと自分の目で確かめた方がいいと思うんですね。どこでもいいから私の個展をやってほしいっていうのは、やっぱり企画をする側にも透けて見えるところがあるので、私の作品だったらこの画廊が自分なりにぴったりと思うし、私はここで作品を発表したいっていうところに送った方がいいと思うんです。だからもし企画画廊に作品を持ち込んでる作家さんがいたら、一度その画廊に行って場所とか立地面とか交通の便とかをしっかり見てから個展を開くっていう方がいいと思うんですね。そうやって作家のキャリアの中でレンタルギャラリーでやって、企画画廊とかコマーシャルギャラリーにスカウトされて、そこの画廊の取扱作家になって、年に数回そこで個展を開いたり、いろんなところにプロモーションしてくれたりっていうような動きになるんですけれども、このコマーシャルギャラリーとか企画画廊っていうのは、昔は本当に景気が良かった時代はもう囲って専属で生活費も全部面倒を見てあげるから、月々ちゃんとお給料みたいな形でお金を支払うから、他の画廊ではしないでくれっていう囲い込みみたいなのもあったんですけれども、今は不景気なのでどこの画廊も専属っていう形は取ってないような感じがほとんどなんですけれども、でも専属じゃないのに囲い込みされたら作家っていうのはなかなか苦しいので、私のように一つメインのギャラリーを決めて、いろいろなところとお仕事をする、いろいろな画廊からオファーを受けて個展をする、百貨店とかホテルからオファーを受けて個展をするっていう作家も今は増えてるんですけれども、この企画画廊と貸し画廊の話をたくさんしたらキリがないくらいなんですけれども、企画画廊にも企画画廊でちょっと注意が必要なところもあるんですね。今では青互いみたいなところもあるし、中にはもう囲い込むだけ囲い込んで、まさか専属じゃなくてもう本当に年間1回しか個展をしないのに他でやらないでねっていうような感じで買い殺しみたいな、そういう画廊もあるので、作家側も本当にいろいろなことを学んで経験して実績を積んでキャリアアップしていかないといけないんじゃないかなって、今は本当に作家側もちょっと賢くなって立ち回らないといけない時代に来てるんじゃないかなっていうふうな感じで思うんですね。あと貸し画廊とか企画画廊ではなくて、カフェギャラリーとかレストランギャラリーとかバーの一角をギャラリーにしてる、そういうところもあるんですけれども、全く絵を発表したことがないっていう方にとったら、絵を誰かに見てもらったりどこかに展示をするっていうのは自分の作品を冷静に客観的に見ることができるので、それはそれでいいと思うんですけれども、逆の立場で考えると、カフェとかで絵を飾ってたら、その絵の近くにはコーヒーを目的として飲んでるお客さんがいるわけですよね。
そんなところで画廊みたいにこうやって絵を見て回るっていうのはなかなか難しいので、やっぱり絵をじっくり見ていただきたいなと思ったら、コマーシャルギャラリーとか企画画廊に自分の個展を企画してもらうか、レンタルギャラリーを借りて個展を開催するか、もうそのどちらかになってくるんですけれども、もう海外の作家はもう画廊に企画してもらうまでひたすらと回らないといけないっていうような、ひたすら画廊に認めてもらうために頑張らないといけないっていう感じなんですけれども、ここ日本では趣味で絵を描く方とかもたくさんいるので、こういうレンタルギャラリーっていうのが発達したんじゃないかなって、そんな風に思うんですね。私は本当にデビューしてから貸し画廊で個展したことは本当にないんですけれども、特にプロの作家なんかでは取扱画廊とかの契約でもう貸し画廊ではしないでくださいっていう風な契約があるんですね。それはなぜかというと、私も今千葉のバンドエッジギャラリーっていうところに作品が取り扱いになってるんですけれども、あの画廊で取り扱ってる作家はもうほとんどがプロなんですね。取扱作家になるということは、その画廊を怪我してはいけないっていう責任もあるし、そこの他の取扱作家の邪魔になってはいけないっていうこともあるので、プロとしての認識を持ってくださいねって、プロの作家だけを扱ってるので貸し画廊では個展しないでくださいねっていう風な取り決めがあるような画廊もあるんですけれども、そういう取り決めがなくても一度企画画廊とかコマーシャルギャラリーの取扱作家になってしまったら、あまり貸し画廊でするのはちょっとよろしくないんじゃないかなって、そういう動きがなきにしもあらずなので、その辺はしっかり自分で勉強して、これから絵を発表していきたいな、作品を発表していきたいなと思う方は、そういう画廊とか自分の作品を発表するスペースなんかもちょっと勉強してみたらいかがでしょうか。ちょっとまとめると、レンタルギャラリーとか貸し画廊っていうのは場所を貸して作家に個展をさせる、もう場所代みたいな感じでお金を取って個展をする、それが貸し画廊、レンタルギャラリーで、コマーシャルギャラリーとか企画画廊っていうのは場所代は取らないけれども、売れるって見込んだ作家を画廊の企画で、画廊の費用で売上金を折半とかパーセンテージでコミッション分けして個展を開く、それが企画画廊、コマーシャルギャラリーということになります。今は過渡期で、本当にこれから画廊のスタイルもいろいろ出てくるんじゃないかなって思うんですね。今日の動画はアーティスト志望の方だけじゃなくて、絵を見に行く方もコマーシャルギャラリーって何なんだろう、企画画廊って何なんだろう、レンタルギャラリーって何なんだろう、貸し画廊って何なんだろうって、いろいろなちょっと言葉が渦巻いてるので、一体何なんだろうって思う方もたくさんいらっしゃると思うし、私の展覧会でも本当によく質問を受けることなので、一度ちょっとちゃんと動画にしておこうかなと思ってこの動画を撮影しました。日本ではまだまだアートが浸透してないので、コマーシャルギャラリーでやっていこうと思った画廊の方も大変だと思います。本当に作家も大変だけれども、画廊の方も大変なんじゃないかなって。コマーシャルギャラリーっていうのは取り扱いの作家によって本当にカラーが出てくるんですよ。私の作品を取り扱ってもらってる千葉のバンドエイジギャラリーっていうところは、ローアートとかローブローアートに特化したギャラリーなんですね。そういう感じで、こういう絵を見たい時はこのコマーシャルギャラリー、こういうスタイルの絵が欲しい時はこういう画廊とか、そういう風な形でもっともっと日本でアートが浸透してくれば、そういう画廊の色分けがどんどん出てきて、いろんなバリエーションのコマーシャルギャラリーが出てきて、もっと豊かな文化が築かれるんじゃないかなって、そのためにももっともっと日本でもアートを浸透させていきたいなって思います。本当に日本にはたくさん画廊もあるし、日本にはたくさんの絵描きさんがいると思うので、私が今日話したことが全てですなんていうふうには思ってないので、またちょっと興味があったら Google の方で貸し画廊と企画画廊とか、皆さんも調べてみてはいかがでしょうか。またアートのことで何か疑問なことがあったら、ぜひコメント欄までコメントください。よかったら動画にしていこうと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまたこんな感じでアートの動画も作っていけたらいいなって思います。よろしければチャンネル登録お願いします。画面の赤いプロフィール画像は今ご覧いただいているココアートチャンネル、上の赤いウサギはメインチャンネルです。おすすめ動画もよかったらご覧ください。それではまた次の動画でお会いします。ありがとうございました。